オーディオ雑誌の編集長から自光さんのお名前を聞いて、私古い手話のカートリッジいくつか持ってても針がなかったので、それでそのお名前を聞いて購入をしたのがきっかけです。やはり古いカートリッジが再生できるっていうのは本当に嬉しいことでした。まずいろんな人のオーディオの楽しみ方ってあると思うんですけど、うちは会社に、こうやってリビングに打ち合わせ室には普通のっていうか、オーディオセットがあって、別室にスタジオプリプロスタジオがあるんですね。で、私はもう8割方スタジオにいるので、そこで聞いてる音とは違うものをこちらで楽しみたい。で、仕事部屋はもうとにかく神経使って、音の細かさとかノイズとかいろんなものを考えながら音を作ってるので、こちらのオーディオ室ではもう単純に音楽を楽しみたい。で、音を楽しむじゃなくて音楽を楽しみたい。だから細かいことをあまり気にせずに、本当にレコード1枚かけて、いい音楽だな、いい音だな、そういうことをこちらでは目指しています。なのでその音楽家、もちろんね、ハイファイの音を楽しむ、もう最新鋭のものを楽しむ方もいらっしゃると思うんですけど、はい、いろんな楽しみ方があると思うんですけど、私はとにかく心を落ち着けるために音楽を楽しむ、それを目指しています。特にはありませんけど、やっぱり時間が増えたので、レコードを聴く時間はやはり増えました。それでその聴いていくうちにやっぱり欲しいレコードが増えたりとか、あとはそうですね、やはりちょっと諦めてたカートリッジ、これにお金を使うのはどうかと思うカートリッジに、自光さんでまた針を買って、不思議なことでこの間はエンパイアオーディオの、どうでもいいカートリッジなんですけど、それを針を買って音を聞くと、その約40年前ぐらいの青春時代の気持ちがやっぱり出てくるっていうか、思い出すんですね。それがもう自分の中ではすごいね、この針一本でこれがこの音楽を思い出せるかっていうのがやっぱりすごく楽しくて、これが私にとってのオーディオを楽しむ、一つの醍醐味でもあります。だからやっぱり、時間が増えてることもあって楽しむことは増えました。うちのシステムがもうほとんど私の生まれた頃の製品なんですね。なのでここでいい音を楽しむっていうのはあんまり意識してないんです。で、一つ言えるのは、ハイファイで楽しむ、それはデジタルで、私はもうハイレゾなんですけど、ハイレゾで現代録音されたものはなるべくハイレゾで楽しもう。で、なおかつ一緒にレコードが出てくるものはレコードも買ってしまうんです。両方買ってしまうんです。ただ古い録音に関しては、時々ハイレゾを買いますけど、基本はレコードで楽しむ。だから当時の音をみんなどういう音を楽しんでたんだろうと、そういう意味で住み分けをさせていますね。
基本私がカートリッジを取っ換え引っ換えして楽しむ方ではないんですね。でこれが好きと思ったらもうずっとそれを使い続ける。でたくさんカートリッジたくさんといっても今10本かな10本持ってるので、それの、音を聞き比べるようにもう一つトーンアームがあります。だからツインアームにしてあります。で一つはもうリファレンスとしてどのアルバムを聴いてもそのカートリッジでどういう音が鳴るかで、全てに合うと私は思ってないんです。でマイクロフォン例えば録音するときにマイクロフォンってすごく選ぶんですね。ピアノにはこれギターにはこれでもちろんスタジオにもよってそれの条件が変わってくるので多分カートリッジもアルバムによって変えるべきだと思っているんです。ただ、その一つどうやって変えるかっていうリファレンスは一つ必ずあってそれが合えばそれで効くし合わなければ違うカートリッジその場合は私は大抵 MM カートリッジになるんですけどでそういう意味では一つのリファレンスとしてそうですねだからそれでアルバムを選ぶというわけではないんですけど自分のシステムのリファレンスが一つ出来上がったと今回それは強く感じています。こんな上から目線でね言うことではないんですけどまず先ほどちょっと雑談でも話をしたんですがインピダンスが高いので私も最初 MC トランス小圧トランスに入れて聞いてみてやっぱりちょっと基本僕らプロでもローだしハイ受けっていうインピダンスのその鉄則があってMC トランス小圧トランスがうちの大体4050オームなんですね。でそれで聞くとやっぱりちょっとハイ打ちを感じて今は MM モードで、問題なく聞いています。ただうちスピーカーシステムが2つあって上の小さなスピーカーは非常に能率が悪いのでかなりボリューム上げないとダメなんですけどボリューム上げて今度はうちの古いアンプのSM が目立ち始めてそこのそうですねだからもうこうやってカートリッジを作るんであればトランスかもしくはその専用のフォノイ EQ もぜひ作っていっていただきたいなとそんな風には、思っております。あとは別にそうですねいや私は十分満足をしていますが無理だと言われている MC の針の交換ですね。だからやっぱりここまでこだわって作ってるヘッドシェルと、カートリッジですからそれはもう生涯使い続けたいわけでそこの針だけを変えたいなっていうふうにはちょっと思いますね。今回ご縁あって001番という番号シリアル番号をいただきましたけどやっぱり物を作る時っていろんな思いがあると思うんです。で001という番号をつける製品多分作り手としてはすごく緊張されてるんだと思いますしそれが多分10番20番100番1000番ってなっていくと作ってる方もだいぶ慣れて作りやすくなっているのだと思いますし
まあ、いろんな音の違いも多分ね、どうなんでしょうね、出てくるのかなとも思いますけど、私はその001番の記念を持ってるっていうのはちょっと自己さんに対しての誇りでもありますし、大変嬉しいございます。